皆さんこんにちは、ゆいです。最近周りの友達がなんだかそわそわしている気がするんですが、気のせいでしょうか？こんにちは、あきらです。そわそわですか。もしかしてもうすぐ JLPT、つまり日本語能力試験の時期だからじゃないかな。あ、やったりそうですよね。私の語学学校の友達もみんなカフェで分厚い教科書を開いて必死に勉強しています。試験が近づくとどうしても緊張しますよね。このポッドキャストを聞いてくれているリスナーさんの中にも今まさにテスト勉強を頑張っている人が多いと思います。皆さん、本当にお疲れ様です。毎日机に向かうのって本当にエネルギーがいりますよね。そうだね。だから今日は少し肩の力を抜いてリラックスして聞けるテーマを用意しました。おお、どんなテーマですか？今日のテーマは JLPT 直前あるある、そして男女で違う勉強バトルです。面白そうですね。あるあるというのは多くの人が経験して、それわかると共感してしまう出来事のことですよね。その通りです。試験の直前ってみんな普段とは少し違う不思議な行動をしてしまうことが多いんですよ。わかります。すごくわかります。私なんて試験前の不思議な行動の天才ですからね。自分で言っちゃうんですね。じゃあ早速ゆいちゃんの試験前あるあるを聞いてみましょうか。はい。では私のあるあるを発表しますね。試験の3日前くらいになって、よし、今から全力で勉強するぞと机に向かった瞬間に、なぜか机の周りのゴミが気になり始めるんです。出ましたね。王道のあるある。急に掃除を始めたくなる病気ですね。そうなんです。最初は机の上だけを片付けるつもりが、本棚の整理を始めてしまって、最終的には引き出しの奥までピカピカにしちゃうんです。しかもそういう時に限って、昔好きだった漫画とか古い写真のアルバムが出てきたりするんだよね。そうそう。懐かしいってパラパラめくってしまって、気がついたら夕方になっているんですよ。あの時の絶望感といったら。リスナーの皆さんも今うなずいている人が多いと思います。これ実は心理学的な理由があるらしいですよ。え、理由があるんですか？ただ私が怠け者だからじゃないんですか？いわゆる現実逃避だね。試験勉強という大きなストレスから脳を守るために無意識に別の簡単な作業を探してしまうんだって。現実逃避ですか。なるほど。やらなきゃいけないことから逃げたくなるってことですね。じゃあ私が掃除しちゃうのも私のせいじゃなくて脳の仕組みのせいだ。ポジティブだね。でも、掃除をすることで自分は今日部屋をきれいにするといういいことをしたぞって別の達成感を得ようとしているらしいよ。確かに部屋がきれいになった達成感でなんだか満足して一日が終わっちゃうんですよね。気をつけなきゃ。もし掃除を始めたくなったら、これは現実逃避だと気づいて、まずは教科書を5分だけ読むルールにするといいかもしれないね。5分だけですね。わかりました。次の試験の前には絶対に漫画を読み出さないように頑張ります。僕からのあるあるも言っていいかな。試験が近づくと、なぜか新しい文房具をたくさん買ってしまうんです。それもすごくわかります。いわゆる形から入るタイプですね。そうそう。書きやすいボールペンとか、おしゃれな色のマーカーペンとかを買うと、急に頭が良くなったような気がするんだよね。私も可愛いノートを見つけるとついつい買ってしまいます。このノートで文法を整理したら絶対に合格できるって思い込んじゃうんです。でも結局、最初の3ページくらいしか綺麗に書けなくて、あとは真っ白のまま放置されたノートが何冊もあるんだよ。あきらさんも意外とそういうところがあるんですね。なんだか親近感が湧きました。新しいアイテムでモチベーションを上げるのは悪いことじゃないけど、
それで勉強した気になっちゃうのは危険だよね。ええ。あと、勉強した気になる行動といえば、教科書を枕にして寝ちゃうのもあるあるじゃないですか？教科書を枕に。それ漫画の中でしか見たことないけど、本当にやる人がいるんだね。やりますよ。寝ている間に教科書の知識が頭の中に吸い込まれていかないかなって本気で願いながら寝るんです。残念ながら知識は吸い込まれないし、首が痛くなるだけだね。皆さんは絶対に真似しないでくださいね。もっと楽に漢字が覚えられる魔法があればいいのにっていつも思っちゃいます。さて、ここからは勉強バトルの時間ですね。あきらさんは試験に向けてどうやって勉強を進めるタイプですか？バトルって大げさだな。僕は典型的な計画派ですね。まずは全体を把握したいタイプです。なんか想像できます。あきらさんは試験の1ヶ月前とかにすごく綺麗なスケジュールの表を作りそうですよね。あはは、バレましたか。実はその通りです。何曜日の何時にどの教科書を何ページやるか、パソコンで Excel を使って細かく作るんですよ。エクセルでそこまでするんですか？はい。文法は青色、漢字は緑色って色を分けてカレンダーを作ると、それだけで頭の中がすっきりして安心するんです。やっぱり男性の友達を見ているとそういう論理的で計画的な人が多い気がします。でもそういうスケジュールって作っただけで満足しちゃいませんか？言いたいところをつきますね。おっしゃる通り、計画を立てることにエネルギーを使いすぎて、初日からスケジュールが遅れることはよくあります。えへへ、やっぱりそうなんだ。私なんて無理な計画を立てた次の日にはもう予定が崩れて、もう嫌だって全部投げ出しちゃうんです。完璧な計画を立てすぎると、少しでも崩れた時にストレスになりますよね。だから最近は、日曜日は何もしない日として予備日に設定するようにしています。なるほど。予備費を作るのは賢いですね。それなら遅れても調整できそうです。私も真似してみようかな。おすすめです。で、ゆいちゃんはどうやって勉強を進めるの？計画表は作らないってことだよね。はい、私は全く違う方法です。次のブロックで私の直感と気合の勉強法を詳しく紹介しますね。さて、ゆいちゃんの直感と気合の勉強法、すごく気になるんだけど、どんなことをするの？私は机に向かって教科書をじっと読むのが本当に苦手なんです。だからとにかく日本のドラマを見たり、ポッドキャストを聞き流したりします。なるほど。インプットの量を増やすやり方だね。でも、それだけで文法や漢字は覚えられるの？そこが私のポイントです。ドラマの登場人物のセリフをそのまま真似して声に出して言うんです。感情を込めて絶対に許さないとか。シャドーイングというやつだね。確かに発音や自然なイントネーションを身につけるにはすごくいい方法だと思うよ。そうなんです。単語カードを見るより、どんな場面でその言葉が使われているか、文脈で覚えた方が私の頭にはすんなり入ってくるんですよね。女性はコミュニケーションを重視する人が多いから、会話の中で言葉を覚えるのが得意なのかもしれないね。すごく実践的だと思ただ弱点もあって、試験の読解問題とか硬い文章を読むのは全然ダメなんです。漢字の細かい形もよく間違えちゃいますし。う。JLPT は会話の試験がないからね。聴解、つまりリスニング問題では無敵かもしれないけど、文法や文字語彙のセクションでは苦労しそうだ。そうなんですよ。だから結局試験の1週間前になって、やばい、文法やってない
って泣きながらアキラさんみたいな友達にノートを見せてもらう羽目になるんです。ははは、結局そうなるんだね。でも、お互いの得意な部分を教え合える友達がいるのは素晴らしいことだよ。はい。リスナーの皆さんも計画派と直感派、自分がどっちのタイプか知っておくと足りない部分を補えるかもしれませんね。試験前といえば、もう一つどうしても話したいことがあります。学生の時、必ずクラスに一人はいるあのタイプの話です。ああ、わかりました。私昨日全然勉強してないって言いながらテストで高得点を取る人のことですよね。正解です。あれって本当に世界共通の謎だと思いませんか？どうして人は試験前に勉強していないアピールをしたくなるんだろ私も学生の頃はよく言っていましたよ。昨日ドラマ見ちゃって本当にノーベンだよって。う。ちなみに、ノーベンというのは、全く勉強していないことを意味する若者の言葉ですね。で、ゆいちゃんは本当にノーベンだったの？実はこっそり単語帳くらいは見ていました。ごめんなさい。やったり。でもなんで嘘をつくの？別にたくさん勉強したよって言ってもいいじゃない。一生懸命勉強したのにテストの点数が悪かったっていう結果になるのが恥ずかしいんですよね。なるほど。自分を守るための防衛本能なんだね。あらかじめ勉強していないと言っておけば、点数が低くても言い訳ができるから。そうです、そうです。ハードルを下げるってやつですね。あきらさんは言わないタイプですか？僕は正直に勉強したけど自信がないっていうタイプだったな。でも友達の全然勉強してないに騙されて一緒に遊んでしまったことは何度もあるよ。あはは。リスナーの皆さんも試験会場で周りの人が全然勉強してないと言っていても絶対に信じないでくださいね。彼らはこっそり勉強しています。さて、いよいよ試験当日の朝について話しましょう。ゆうちゃんは試験の日の特別なルーティーンって何かある？私は必ず甘いチョコレートを食べます。特に日本のスーパーでよく売っているキットカットというお菓子を買います。キットカットね。これ、日本で日本語を勉強している人には有名な文化かもしれないね。どうしてキットカットを食べるか、ゆいちゃんから説明してもらえるかな？はい、キットカットという発音が日本語のきっと勝つ、つまり絶対に勝つ、絶対に合格するという言葉に似ているからなんです。そうですね。言葉の響きを掛け合わせる、いわゆるダジャレですね。日本人は試験の前にこういう言葉遊びで縁起を担ぐのが大好きなんです。他にもお昼ご飯にカツ丼を食べる人も多いですよね。カツが勝負に勝つと同じ発音だから。うん、定番だね。でも僕はカツ丼はおすすめしないかな。油っぽいものを食べ過ぎると午後の読解のテストの時に眠くなってしまうからね。確かに、満腹になると頭が働かなくなりますもんね。あきらさんは当日の朝何をするんですか？僕はひたすら濃いコーヒーを飲みます。目を覚ますためにブラックコーヒーを水筒に入れて持っていきますね。えー、コーヒーですか？私は試験中にトイレに行きたくなるのが怖いので、水分はなるべく控えるようにしていますよ。あ、それは一理ありますね。JLPT の懲戒テストは途中でトイレに行けないルールだから飲みすぎには注意しないと危ないですね。そうですよ。皆さんもキットカットはおすすめですが、カツ丼の食べ過ぎとコーヒーの飲み過ぎには注意してくださいね。試験会場に着いた後も人によって過ごし方が全然違いますよね。ゆいちゃんは会場でどうやって緊張をほぐしているの？私はとにかく一緒にいた友達と喋り続けます。昨日の夜眠れなかったとか、あの文法難しかったよねとか、気持ちを外に出すんです。なるほど。不安な気持ちを誰かと共有することでストレスを発散しているんだね。はい。
声に出すと少しだけ気持ちが軽くなるんです。あきらさんはどうですか？僕は完全に逆ですね。イヤホンをして好きな音楽を大音量で聴きながら一人でじーっと集中力を高めるタイプです。話しかけちゃダメなオーラを出している人だ。でもこれも男女や性格の違いが出ていて面白いですね。そうだね。男性は自分の殻に閉じこもって解決しようとする人が多くて、女性はコミュニケーションで解決しようとする人が多いと言われているね。試験勉強のやり方もストレスの乗り越え方も自分に合った方法を見つけるのが一番大切ですね。その通りです。N3 の勉強をしているリスナーの皆さんにも僕たちからのアドバイスがあります。はい。もし文法や漢字の暗記に疲れてしまったら、私みたいに日本のドラマを見たり、ポッドキャストを聞いたりして、耳から楽しく勉強してみてください。そしてもし知識が整理できていなくて不安な時は、僕のように Excel を使わなくてもいいので、紙に少しだけスケジュールを書き出してみてください。頭がすっきりしますよ。両方のいいところを組み合わせてバランスよく準備できると最高ですね。最後に試験前日に絶対にやってはいけないことについても触れておきましょうか。絶対にやってはいけないこと。お酒を飲みすぎること？それはもちろんダメですが、もっと一般的なことです。それは徹夜ですね。徹夜。つまり一晩中寝ないで勉強することですね。焦っているとついやってしまいがちです。試験の前日に新しい単語を100個覚えようとしても、寝不足の脳では試験中に思い出すことができないらしいです。それに JLPT の懲戒テストは一番最後にありますからね。寝不足で受けるとオーディオの声が子守歌に聞こえちゃいますよ。本当にその通り。リスニングの途中で意識を失うのが一番もったいないから、前日は最低でも7時間は寝てほしいですね。しっかり寝て、朝ごはんを少し食べて、お気に入りのペンを持っていけば、きっと実力を発揮できるはずです。今まで頑張って勉強してきた自分を信じることが一番の薬ですからね。はい。私たちも皆さんが合格できるように心から応援しています。リラックスして、深呼吸して、試験を楽しんでくるくらいの気持ちで行ってきてください。さて、あっという間に時間が過ぎてしまいましたが、そろそろ終わりの時間ですね。今日は JLPT 直前のあるあるや勉強スタイルの違いについてお話ししました。現実逃避で掃除をしてしまったり、無駄に文房具を買ってしまったり、みんな同じような経験をしていることが分かって面白かったですね。リスナーの皆さんも、これ私のことだと思うエピソードがありましたか？もし皆さんの国ならではの試験前あるあるがあったら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。試験の前に食べる縁起の良い食べ物なんかも国によって違いそうなので知りたいですね。それから、今日私たちが話した自然な日本語の表現や N3 の語彙をしっかり復習したいという方にお知らせです。今回のポッドキャストの日本語スクリプトは一番上のトップコメントからチェックできるようになっています。試験勉強の息抜きにぜひスクリプトを読みながら私たちの会話をシャドーイングしてみてくださいね。聴解の練習にもぴったりですよ。このエピソードが役に立った、面白かったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さんの応援が私たちのポッドキャストを続ける大きな力になります。試験まであと少し、体調に気をつけて、最後まで諦めずに頑張ってくださいね。それではまた次回の配信でお会いしましょう。試験いってらっしゃい。お相手はアキラとゆいでした。バイバーイ。